こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヨガと言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回はゼルダの伝説に登場するムジュラの仮面を作ってみました。それでは早速作り方に行ってみましょう。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。円を切り出します。サークルカッターにアートナイフプロの刃をつけたものを使って切り出します。ホームセンターで売っています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずパーツの位置や模様の位置などを型紙を使ってマーキングします。型紙にところどころ穴が開けてあるので、その穴を点々と打ってマーキングします。その後それをつないで模様としてこのように描いていきます。段差のある部分を再現していきます。まずパーツを一度切り抜いてしまいます。マーキングに合わせて切り抜きます。そして切り抜いたパーツを少しずらして戻します。その状態で瞬間接着剤で接着します。これで段差が表現されます。丸いくぼみはポンチで切り抜きます。ポンチはホームセンターや100均で買うことができます。これも同じように少しだけずらして戻して瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤を多用してますが、すべて100均のものを使っております。目を作ります。まず円形に切り出した厚めのボードを山形にカッターナイフで削り出します。こういった作業の際はオルファの特選黒刃という刃を使うと切れ味が良くてやりやすいです。ホームセンターに売ってます。湾曲させたものを瞬間接着剤で本体の方へ接着します。本体を組み立てていきます。瞬間接着剤で貼り合わせていきます。このような接着しがたい箇所の接着の場合は瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 という接着剤でも楽に接着できます。ボンド G17 はホームセンターにもありますが、100均にもあるので手軽に入手ができます。お好みの方法で接着してください。細いライン状のパーツを再現するために COS ボードを細切りします。角が立ったままだとおかしいので、カッターで角を落としていきます。こういった場合もオルファの特選黒刃だとやりやすいです。切り出したら瞬間接着剤で接着していきます。カーブになっている場所など少し貼り付けがたいところはアルテコスプレーを併用して貼り付けております。覗き穴として目の縁を切り抜いています。こういった細かいところの切り抜きにはアートナイフプロという刃物を使っています。ホームセンターで売っている商品です。念のための補強として接着面の裏側をグルーガンで補強しておきます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均に売っております。ここからはトゲを作っていきます。パーツの端と端を貼り合わせていきます。こういったところもアルテコがあるとやりやすいです。一通り作り終わりました。できたものを順次接着していきます。それぞれ形が微妙に違うので、間違えて接着しないよう番号を振ってあります。というわけでトゲを接着しました。これにて組み立て作業は完了です。次は塗装です。塗装中の持ち手としていらない COS ボードをグルーガンで裏面に接着しておきます。塗装が終わったら切り落とします。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらベースカラーとしてラッカースプレーで灰色に塗ります。
ラッカースプレーはホームセンターで買ってきました。続けて赤い部分を塗っていきます。動画ではエアブラシを使ってますが、スプレーなどでも構いません。お好みの方法で塗装してください。なお塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使っています。エアブラシもミスターカラーもおもちゃ屋さんの模型コーナーで売られております。次の塗装に行く前に赤い部分を別の色で塗ってしまわないようにマスキングテープを貼り付けておきます。マスキングテープはホームセンターで買いました。次は紫色を塗っていきます。これもエアブラシを使ってますが、スプレーなどでも構いません。次は目を塗るので、目の周りを一通りマスキングします。こういった際には新聞紙もあると便利ですね。後の発色が良くなるように、まずは真っ白に塗り上げてしまいます。そして黄色に塗り上げます。ダイレクトに黄色を塗るとあまり綺麗に発色しないので、一度白を拭きました。目の周りをエアブラシでほんのりとオレンジに塗ります。こういった表現はエアブラシじゃないと難しいので、持っていない方は筆などで対応するといいかなと思います。ここで一度塗料をしっかり乾燥させたいので、マスキングを一通り剥がして一晩寝かせます。目の交細部を塗るためにマスキングテープを加工します。まずマスキングテープをカッターマットにたくさん貼り付けます。そしてコンパスカッターで円状に切り抜きます。コンパスカッターはホームセンターや100均で買うことができる商品です。切り抜きが終わったらまずいらないところを剥がしてしまいます。そして目の上に貼り付けます。ずれないようにしっかり位置調整して貼り付けます。マスキングが終わったので、まずは白を塗ります。そして緑をほんのりとのせていきます。中心と縁に黒をのせます。塗り終わったので剥がします。そうすると綺麗にこのように仕上がります。ここからはトゲを塗ります。トゲの周りを一通りマスキングしていきます。トゲを少し白めの黄色で塗っていきます。トゲはそれぞれ色が少しずつ違います。今塗っているところはクリアグリーンを塗っているところです。次はクリアブルーを塗っています。あまり緑との色の違いがわからなかったので、後ほど青も塗ってます。次はクリアオレンジを塗っていきます。一通りトゲを塗り終わりました。ここからは筆も使っていきます。まずは白いラインを筆で塗っていきます。これも塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使っています。フリーハンドで描いているように見えますが、実際は事前に型紙を使って描く位置をある程度マーキングしてあります。それを目安に塗っています。黒の太いラインがあるので、ここはマジックで塗ってしまいます。塗膜が乾燥してないとぐちゃぐちゃになってしまうので、しっかり乾かしてから塗るようにしてください。ライン部を黒で塗っていきます。黄色い三角形のような模様を描きます。段差になっている箇所は黒のマジックを使って塗っておきました。ミスターカラーでもいいですが、こっちの方が楽でいいと思います。覗き穴を覆うために網戸の網を切ります。こちらはホームセンターで買ってきました。切り終わったらグルーガンで接着します。こうすると覗き穴が目立たなくなります。装着用のゴム紐を切ります。これは手芸店で買いました。これをグルーガンで接着したら、これにて一通り完成となります。重量は 160g です。非常に軽いので、いろんなイベントなどで1日つけていても気にならない重さだと思います。制作時間は16時間。材料費は1500円となります。ゴム紐で手軽に装着できます。覗き穴もあるので前もよく見えます。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点も載せてます。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるので、ぜひそちらもご覧ください。よろしければチャンネル登録お願いいたします。Twitter やサブチャンネルもやってます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。